今日はそろそろ梅雨ということなので、先に梅雨の必殺アイテムを紹介したいと思います。色が少し怪しいんですが、こちらです。ルカちゃんの毛ではありません。南蛮毛という名前なんですけれども、その正体はトウモロコシのヒゲです。トウモロコシのヒゲは、性質は、平なので、平ですね。暑すぎず冷やしすぎず、どんな人でも取り入れやすい穏やかな性質です。で、味はトウモロコシと同じで甘みの、味になります。トウモロコシのヒゲはスーパーで生のトウモロコシを買ったら、ちょっと葉っぱとか、捨ててくると思うんですけれども、その葉っぱを一番中まで剥がすと、その葉っぱの内側にヒゲがあるんですね。で、大体気にせずに皆さん取って捨ててると思うんですが、実は、トウモロコシのヒゲは漢方の薬剤にもなっていますので、すごく宝物なんですね。ぜひ捨てないで、取っておいてほしいです。で、今私のこのテーブルの上にあるものはもうすごく乾燥されていてこの色になってるんですけれども、最初生の状態ではちょっとこう白っぽくて黄色っぽい、薄い色なんですが、それを取って、4、5日風通しのいい場所で乾燥させて、乾燥してくるとこういう色に、なってきます。で、この、瓶に入ってるものは中国でお土産で買ってきたもので、もう一つの製品として乾燥させたものがそのまま、たくさん売られています。トウモロコシのヒゲの主な働きは体内の余分な水分を排出する作用と、そして肝臓の働きを助け胆汁の分泌を促す作用があります。特に今日のテーマでもある房州という石器の養生なんですけれども、房州ってだいたい梅雨入りが近いんですね。なので湿気が溜まりやすくてむくみやすい、重だるいというような症状が出始めます。で、このトウモロコシのヒゲでお茶を作ったり、それを飲んで水分補給しながら余分な湿気を体の外に出します。日本でトウモロコシのヒゲ茶というと、こういう韓国系商品のイメージが、強いと思います。これ業務スーパーで、買いました。裏返して成分原材料名を、見てみますと、ヒゲだけじゃなくてトウモロコシと玄米も、入っています。ヒゲだけですと味気がなくてトウモロコシの風味ぐらいしかなくなっちゃうので、商品化されたものは他のものもブレンドされていたりします。これは大丈夫なんですが、他の製品でたまにワンちゃんが食べれないようなものが入ってたりする可能性もあるので、一度成分を確認して、人間もワンちゃんもどちらでも飲めるようなものを買って楽しんだ方がいいと思います。そして実はこのヒゲの実力に注目しているのは東洋医学だけではありません。海外のサプリメントを販売する通販サイトを見てみると、コーンシルクという名前で立派なサプリメントとして製品化されているんですね。なので捨ててしまうヒゲが世界では健康を支える一つのカテゴリーとして確立されているのがわかります。皆さんもぜひ今日からヒゲを捨てないで活用してください。ではルカちゃんのご飯に入れる用と人間が1日分飲むための、ヒゲ茶を煮出していきます。では今回使う野菜類の紹介をします。大根とズッキーニとレンコンと人参とえのきです。それぞれの分量は動画の最後の材料一覧か概要欄でご確認ください。大根は良性で消化を助けたり、特に人間の場合風邪をひいた時の熱っぽさだったり痰や咳などに、効きます。ズッキーニはウリ科の食べ物でキュウリと似ています。なので良性で同じ利水と清熱の作用があるので夏に食べるといいです。レンコンも同じ良性で清熱と胃腸を整える効果があります。あと人参は薬膳的にも栄養学的にも目にはすごくいいです。それと薬膳的には脾胃を補う、お腹の健康にもつながる食材です。それと毎回必ず何かしらキノコ類を入れていますが、今回はえのきです。
えのきは消化を助けたり、余分の熱を取ったり、便通を良くしてくれる作用があります。ちなみに、ちゃんと説明していませんが、今回も緑豆の炊き込みご飯を入れます。今回のタンパク質は豚のヒレ肉のブロックとゆで卵です。そして少しバランスを取るために煮干しも入れます。カルシウムを補ってくれますので 2g ぐらい入れようかなと思います。もう一つバランス取るためにナツメを入れます。いつもはクコの実を入れるんですが、今回は野菜類とか寒涼性のものが多いので、このナツメは温性なので寒涼性に偏りすぎないために入れます。ナツメは中医学的に言うと気血水の血を補ってくれる食材になります。血虚気味の方にはおすすめです。私もよく小腹が空いた時に一粒や二粒をいただきます。ただ結構甘いのでワンちゃんにあげる時は与えすぎないように気をつけましょう。そうしたら鍋に煮出したヒゲのお茶を注いで、だしとして使っていきます。煮干しはそのまま、の状態なんですが、ナツメはルカちゃんが食べやすいように小さくカットしました。野菜もこのようにカットしました。残りの野菜は人間の味噌汁に入れます。アマニオイルを温めて豚肉を焼いていきます。ある程度煮干しから出汁が出たら一旦取り出します。後でちぎって戻します。他の野菜も茹でていきます。ねえ、何してるの？何をしてる？まだ何もできてないよ。肉もだいたい焼けてきました。残りの野菜も茹でていきます。完成前に生姜を最後に入れていきたいと思います。こちらは粉末生姜になっています。ほんの少し、入れますので 0.5 から 1g ぐらい入れていきたいと思います。これぐらいですね。生姜は温性でお腹を温める効果があるので、今回のご飯の野菜は寒涼性のものが多いので、お腹が冷えすぎないようにバランス取るために入れます。普段全く水分を取らないルカちゃんは、トウモロコシのヒゲ茶なら飲んでくれるのかを実験してみたいと思います。ちょっとこういう黄色い透明の液体です。いた。飲むのかな？もういいの？もっと飲んで。もういらない。もっとうまいもの出せって。ないよ。これで我慢しなさい。もういらない。やっぱり。わかったよ。完成しました。最近卵殻パウダーがなくなってきたので、この BPDs という商品を買ってみました。
ただここに書かれている量通りに揚げると揚げすぎになるので要注意です。私は栄養計算をしてさらにこの製品のカルシウムの含有量も考えてそれで毎食必要な量を計算しています。最近はチャット GPT が代わりに計算してくれますので、レシピの栄養計算表とこの商品の成分情報をチャット GPT にあげると何グラム与えればいいかを計算してくれます。栄養計算のサイトとサプリの Amazon の購入ページは概要欄に貼っておきます。よいドン。今日もきれいに食べました。何も追加されていません。ごちそうさまです。では今回の材料はこちらです。愛犬の体重に合わせて計算し直してくださいね。少しでも面白いと思ったらいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。またね。